DHEA という副腎皮質刺激ホルモン、放出ホルモンにつながるものなんですが、こちら DHEA っていう性ホルモンがあるんですけども、これは加齢とともに減少していくものになります。加齢とともに下がっていくということは、加齢とともにストレス耐性っていうのが下がっていくっていう事態が起こってしまいます。その代わりストレスも感じなくなってくるっていう、そういうのがありはするんですけども、お伝えしたいのは、この DHEA というのは起床するための補助ホルモンとしては最強の物質です。DHEA がないと起床が基本的には困難です。朝起きれないっていう人は、この DHEA という物質が不足している可能性がめちゃくちゃ高いです。ストレスっていうものがなんで重要になってくるのっていうと、朝一番はまた同じく副腎系のホルモンでコルチゾールというものが出てきます。で、このコルチゾールというものが出てきてしまうと、何が起こるかっていうと、ストレス耐性っていうのが働いてしまう。すなわちストレスがかかっている状態になるんですよね。これを緩和するために朝一番の DHEA というのが非常に重要な要素になってくるっていう話でもあります。もし前日にたくさんのストレスを受けましたっていう方がいらっしゃった場合、ストレスを受けた時に体の中では2段階でストレスに対応するっていうものが発生します。その1段階目で使われるのが DHEA です。なぜかと言いますと、DHEA はストレスっていうものを打ち消す作用が非常に強いからですね。すなわちストレスというのを体感する前に DHEA がブロックしてくれてるわけです。で、2段階目のコルチゾールというものに関して、これはストレスがかかってきた時に、すなわち陸地にミサイル届いちゃいました。それを修復しますよ。並びにミサイルを陸地で何とかしますよっていうのが、コルチゾールっていうものです。すなわち自分の体の方に若干のダメージが発生します。で、言いたいことは、ストレスが大量にかかってる人は朝起きれなくなってくるという事態が起こります。だから、イライラしたりとか、明日上司に怒られるって僕なんか例題で説明したかもしれないですけども、そういう時に人間起きづらくなるのは、このコルチゾールが山ほど働いてしまうからですね。で、朝起きるための必要最低限 DHEA が、このストレスのために使っちゃうんですよ。だから朝起きづらくなっちゃうっていう、こういうホルモンのバランスが出てきます。気腸っていうのも1個分解してるだけで面白いですよね。いろんな要素があるわけです。だからこれさえやれば気象がうまくなりますよなんて魔法のものはないですし、もっと言うと網羅的にここを知っておいて対策する方法を自分が熟知しておけば、何が起こったとしても普遍的に気象の状態が良くなるっていうのを狙えるわけですよね。生理痛っていうのが大変であるであったりとか、生理周期が安定しないっていう方、結構生理で悩まれてる方って多いと思うんですけども、タンパク質と脂肪をたくさん取ったらホルモンとしてですね、安定はします。ただし、脂肪をたくさん取るということは、太るというのは、ちょっと頭の片隅に入れておいていただくと。なので、それだけで対処しようとするよりかは、運動というのもせっかくなのでちょっと入れていただくっていうのがいいかなと。もし日中であったりとか、お仕事でコルチゾールすごいストレスがかかった。このままだと頭髪に来てしまうっていうレベルでイライラしてしまったりとか、悲しいこととかがあった場合は、寝る前に運動してください、基本的には。運動はどれぐらいかっていうと、結構やってください。結構っていうのも変ですけど。なんか針があったとして、この真ん中、これがプラスマイナスゼロ、チューニングメーターみたいな感じとしてですね、交感神経側にゴーンって振っちゃうわけですよね。で、ストレスっていうのはこの交感神経側にやや振られてるっていう状態が継続してる。これが一番まずい状態です。体としては、完全に振り切ったら副交感側に流すだけでいいんですよ。だから楽なんですよね。体の反応としては。一番まずいのは中途半端なところで停滞してしまう。だから対人関係のストレスってこんな感じですね。悪い言い方で申し訳ないんですけど、分かりやすい説明として、ムカつく部長がずっと8時間近くにいるわっていうのは、これが振り切ってないんですよ。じゃあ体としては、こいつは解決すべきなのっていうのが疑問なんですよね。これを結構大きくストレスを与えるぐらいの、いい意味で能動的にですよ。能動的にストレスを与えるぐらいの刺激を入れることによって、交感神経に振り切れます、一回。振り切ったら体は、よし、副交感を上げていいんだなと思って、パンと返してくれる。これがネガティブフィードバックという現象になります。中途半端に交感神経が優位になってるっていうのを長時間継続できるように人間の体はできてません。ちなみに、長時間のストレスっていうのは生物は耐えきれないようになってるんですよね。だから短期間大きいストレスでもって跳ね返りでもって副交感に活かせる。これが非常にコツとなります。じゃあ短期間のストレスで発生するホルモンの名前をアドレナリンと言います。つまりコルチゾールは問題なんですけど、短期間の大きいストレスは戦う方のアドレナリンが出て跳ね返りを使う。これが重要です。で、運動しましょうと言いました。だからそういう形で
この世の物事っていうのは一長一短があるというような形で、何かを断罪してこれがいいんだとかこれが悪いんだって思いがちなんですけども、そうではなくて使い方次第なんですね、この世の全ては。なので何々がいいとか何々が合う合わないというよりかは、今の自分が地図がどこにあるのか、すなわち女性ホルモンというのが分泌が多いのか少ないのかで対策は真逆になるわけですよね。適正値に持っていきたいと仮定したときに。なのでこういう作用がありますよっていうのを座学的に知っておくことによって、多種多様なアプローチ。自分がもしですね、今不足しているものだったとしても、将来的には増えすぎる可能性もあるんですよね。じゃあ増えすぎた時には何が原因なんだろうっていうのを中点に持っていけるのが非常に重要な発想となります。